さい。ただいまから洗礼式を始めます。人は生まれながらにして神から離れ、神が与えたいと願っている本来の祝福を受けられない状態にいると聖書は告げています。それゆえイエスは言われたように、人は誰でも水と霊とによって新たに生まれなければ神の国を見ることができない。したがって私たちは洗礼を通して神とつながり、神が本当に与えたいと願っている祝福を受けるものであります。招きの言葉、イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。アーメン。それでは、お立ちいただいて賛美歌の484番を口語訳の方で賛美いたします。いる方は前にどうぞ。佐藤洋二兄弟にお祈りをしていただきます。天地創造の前に神の私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストイエスによってお選びになりました。イエス・キリストによって神のことをしようと御心のままに前もってお定めになったのです。ご在天の父の神様、ある日愛するシアノカイナさんがあなたの前に洗礼の時を迎えることにして心から感謝をします。アーメン。その幼子は私たちに思いを超え、私たちの常識を超え、あなたもただその選びによってその決断をしたことを心から感謝をします。どうぞこの4歳の幼子が主の栄光を表すことができるように、この教会の枝となってますます主に用いられ、神様は素晴らしい、神は優しい、神は力ある神である、神は癒し主である。それぞれのあなたのことを賛美し、あなたの素晴らしさを述べ伝えることができる、そのような姉妹としてこれからも用いてくださるようにお願いいたします。どうぞこの洗礼の時を祝福してください。教会が、そしてみんなが喜ぶ素晴らしい時を与えてくださることを心から感謝し、主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。それでは信仰告白をしていただきます。イエス様が大好きだから、イエス様が好きだから洗礼を受けました。カイナちゃんが大人になってもイエス様と一緒に生きていきたいです。それでは制約をしていただきます。カイナちゃんと一緒にやっています。それでは、お伺いします。あなたはイエス様をご自分の救い主として信じますか？はい、信じます。もう一つ聞きます。この世界にはいろんな人たちがいます。あなたはイエス様がその人たちを愛したように、そのいろんな人たちを愛しますか？はい、愛します。それではお祈りをします。主なる神様、どうか皆をたたえて心から感謝します。今、この姉妹があなたを受け入れ、信じ、
歩むこの決意を私たちは聞きました。あなたがあなたの弟子としてふさわしくこの方に全部授け、あなたとつながって生きることができるようにしてください。主の皆によってお願いします。それでは宣言です。父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、何時の罪を許されたり、主の皆によってイエス・キリストの父なる神様、今この姉妹があなたとつながり、イエス・キリストの弟子として全ての人たちを愛するその道に進むことをあなたが与えてくださったことを感謝します。今この教会に連なって全ての人たちと互いに愛し合い、あなたに仕え、本当にあなたに養われて生きる喜びの人生と移してくださったことを心から感謝します。あやなちゃんのこれからの歩み、あなたにお委ねします。イエス・キリストの皆によってお祈りします。それではジョイフルに特別賛美してください。「
一緒に読んでみましょう。3、はい。神様は愛です。愛っていうのはすごく難しいんだけど、かえなちゃんがよく見てるアナと雪の女王を知ってる人オラフっていう雪だるまが出てくるの知ってる人、つららに刺さってそうだ、それぐらい覚えてるんだったら、オラフが愛についてアナに教えてあげてたところのセリフをカイナちゃんと一緒に見て先生も覚えました。アナって本当に愛のこと分かってないんだ。愛っていうのは自分のことよりも誰かのことを大切にすることだよ、オラフが言ってました。イエス様がまさにそうですね。イエス様はご自分のことよりもみんなのことを考えてこの地上に来てくださった方です。イエス様はみんなの友達になりたいと思ってきました。神様は目に見えない方だけど、イエス様は目に見える方としてたった一回世界に来てくれました。そしてみんなと友達になりたいと願っています。先生が大好きな歌があるんですけど、その歌はなんかイエス様が歌ってくれてるような感じがするんですよ。ちょっと歌ってみていいね。友達はいいもんだ、目と目で物が言えるんだ、困った時は力を貸そう、遠慮はいらない、いつでもどこでも君を見てるよ、愛よ心に君と歩こうね。なんかイエス様聞いたことあるでしょ。そう、イエス様の歌じゃないんだけど、イエス様の歌を歌ってくれてるみたいで先生大好きなんですけど、苦しくなった時や悲しくなった時はこういう歌を歌ったりして、そうだ、イエス様がいつも一緒にいてくれるんだな、神様は私たちのことを愛してくれてるんだなっていうことを思い出す。特にそれはクリスマス、今日ね、みんなで覚える時ですね。クリスマスはそんなイエス様が僕たちのために来てくれた大切な日です。今日はみんなで楽しくお祝いしましょう。じゃあ一言お祈りしましょう。神様、この幼子たちを本当に感謝します。僕たちのためにあなたは私たちのことを友と呼んでくださいました。私たちはあなたが目に見えない存在で、霊の鏡から鏡の見物をしている方ではないことを知りました。あなたは私たちと一緒になってくださる方です。このことを今日みんなでお祈りして感謝します。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。じゃあ最後もうね、もうタジタジですけどね。もう、改めましてメリークリスマス、おはようございます。私こういう格好をしていると、先生なんか牧師みたいですねってよく言われるんですよね。私が牧師だということを忘れられているんでしょうか。それはいいことなのかもしれませんけれども、今日はクリスマスということで2つの聖書の箇所を選びました。一つは新約聖書有名なイエス様のお名前が語られるところですね。ヨセフの夢の中で、そのマリアが身ごもっているその赤ちゃんはイエスと名付けられて、
そしてその方は後々インマヌエルと、神私たちと共にあり、そういう名前になるんだよということが告げられたという御言葉と、もう一つはイザヤ書という、そのイエス様の誕生のおよそ700年前にイザヤという人が預言した救い主の誕生にまつわるメッセージなんですね。で、当時のその700年前のイスラエルってどういう状況だったかというと、北イスラエル王国、南ユダ王国って2つに分かれてたんですね。で、その時、じゃあ周りはどうだったかというと、アッシリアっていうすごく強い国が一躍躍り出てきて、そして周りの国を圧迫してたんですね。で、北イスラエル王国とその隣にあるアラムという国がアッシリアの圧政に苦しめられてました。そこで、南ユダ王国の新しい王様が就任したんですね。アハズという王様でした。20歳で就任しました。で、北イスラエル王国とアラムは本当に苦しんでたので、これが契機だと思って、その南ユダ王国のアハズ王様に同盟を組んで、そして反アッシリア軍として立ち向かおうというふうに来たんですね。使いを送ってきた。でもアハズはなんとそれを断ったんですね。で、それに対して北イスラエル、そして南ユダ王国、アラムの連合軍はこの南ユダ王国を一緒に自分たちの同盟に引き入れるために、滅ぼして新しい自分たちが望む王様を据えようとしてエルサレムまで攻め上がってきました。で、それは失敗に終わったんですけれども、でもその時このアハズという王様とこの南ユダ王国に住んでいる人たちはもう恐れおののいて、もうダメだと、自分たちは終わりだ、あんな強国2つに目つけられたらもうやっていけないということで、悩んで動揺してました。そして、このイザヤという預言者、南ユダ王国の預言者ですけれども、神様からある時メッセージを与えられて、アハズ王のところに行きなさいと言われて行ったんですね。そして何て言いなさいって言われたかというと、静かに気をつけて静かにしていなさい、そして恐れることはない、それを伝えに行きなさいと言われたんですね。そして神に印を求めなさいというふうに告げました。で、イザヤはそのメッセージを持ってアハズのところに行って、王様、静かにしていなさい、恐れることはないと神様は言ってます。北イスラエルとアラムは滅びます。ですから信じてください。そしてどういうふうに彼らが滅んでいくか、神様に印を求めてくださいというふうに言ったら、アハズは何て言ったかというと、私は神に求めることはしないと言ったんですね。そのアハズの決断は本当にイザヤにとっては残念なことで、神よりも人の力に頼ることをもうすでにアハズは心の中で決めてたんですね。彼は後々アッシリアに頼って、そして北イスラエルとアラムを滅ぼすことをアッシリアにやってもらおうと思ってたんですね。ですから神の力はいらないと思ってました。ですから神に求めることはしないと言ったんですね。で、その言葉を受けてイザヤは本当に残念な気持ちで、その決断を非難する中で、やがてあなたたちはインマヌエルという方が来ることを見ることになるであろうというふうに予言をしたんですね。で、インマヌエル、神が私たちといつも一緒にいるという言葉ですけども、それをアハズは信じられなかったんですね。で、この後神様がイザヤを通して語ったように、北イスラエル、そしてアラムはアッシリアのティグラト・ピレセルという王様によって滅ぼされました。そして、それでじゃあ南ユダ王国は平安が保たれたか、全然保たれなかった。南ユダ王国はアッシリアの属国にされてしまって、一部の人たちはアッシリアに連れてかれてしまって、そして、町はもう荒れ果て放題です。そんな状況の中で語られたのが今日の言葉なんですね。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。これはその南ユダ王国の人たちのことを言ってると同時に、私たちのことも言ってるんですね。
聖書の中見てみるとたくさんの登場人物出てきますけども、ほとんどの人が苦難と苦しみ悲しみの中で初めて神様に出会うんですね。エフェソの手紙という新約聖書のその書物の中にも、私たちは皆暗闇の中にいたという言葉があります。順風満帆にいっているように見える人でも、その順風満帆さを失わないようにという恐怖の中にいたりします。私たちは誰もがそういう暗闇の中を生きてるんだということを聖書は素直に宣言しているんですね。私たちは恐れの中にいるんだ。暗闇というのは恐れという言葉と同じ意味を持っていますけれども、アハズも北イスラエルとアラムによって自分の地位が奪われる、国が滅ぼされるんじゃないか、そういう恐れの中にいたときに、大丈夫だよという神のメッセージを受け取ることできませんでした。恐れっていうのは人を神様から遠ざけていく力があるということを聖書はよく知っているというか、神様ご自身はよく分かってらっしゃるんですね。ですから聖書の中には恐れることはない、恐れることはないって繰り返し出てくるんですね。そしてそれが救い主が誕生する時にも天使によって恐れることはない、恐れることはないって語られるんですね。で、救い主はじゃあ一体何を救うのか、何から救うから救い主なのか。救い主というのは罪から人を救うんだということを聖書を通して私たち知ってます。そして罪というものは何を生じさせるかというと恐れなんですね。私たちはこの恐れの中で生きているんだということを聖書は告げています。救い主の誕生を告げるメッセージの中にも恐れるなという言葉が出てくるほど、私たちはその恐れから解放されるという救いが必要だということを聖書は伝えているんですね。人の悪しき行いは全てこの罪、恐れから出てくるんですね。聖書を見てもそうです。出エジプトの時代、ファラオは自分たちの国の領土で繁栄していくイスラエルの人たちを見て恐怖しました。いずれこの人たちが力つけてきたら自分たちが滅ぼされるんじゃないか、そういう恐れの中からイスラエルの人たちに生まれた男の子を全て殺害する、虐殺するという、そういう考えに至っていきました。そして律法学者ファリサイ派の人たち、ユダヤ教の権威ある人たちは自分たちのポジションがイエスによって奪われていくかもしれないという恐れの中から無実の彼を十字架で殺そうという決意をしていきました。人はその行いを自ら清めていくことができない、それを聖書は告げてるんですね。神から離れた時、人にはどういう感情が起こるか。創世記の一番最初に初めて創造されたアダム、その人が神の言いつけに背いて神様から離れた時、彼らは恐れの中に入っていきました。そこから私たちは恐れの中に生きてるんだということを聖書を告げてるんですね。でもその恐れから、聖書の中には愛は恐れを完全に締め出すという御言葉がありますけれども、イエス・キリストだけがその私たちの中にある恐れを完全に締め出すことができる。人の力では限界があるんですね。自分で自分を奮い立たせてもどうしようもない時って必ずあるんです。でもそんな時に私たちはその絶望的な状況でも恐れることはないという、そのメッセージ、神様のメッセージはいつも変わることがありません。愛はいつも永遠なんですね。ですから、この人間的に見たら最悪の状況の中、このアッシリアにもう打ち滅ぼされて属国になって自分たちの国に将来がないような状況の中でさえも恐れることはない。あなたたちのために一人の緑子が生まれる。その方があなたたちを心の底から解放すると、そういうふうに告げてるんですね。関西にあるご夫婦がいて、その人たちは大きなパン屋さんを経営してるんですけど、この人たちに一人の娘さんがいました。この娘さんを本当にとっても可愛がってたんですけど、このパン屋さんはすごく繁盛してて、朝学校に行く人とか会社に行く人が立ち寄って「おばさんパンください」って言ってパン買ってくんですね。そういうふうに繁盛して、いつもほかほかのパンを出したいので、朝本当に4時に起きてかまどに火入れてということを毎日してる、そういう人たちでした。で、ある時朝のその忙しい時間が終わって
娘さんがなかなか起きてこないんで起こしに行ったんですね。そしたらすごく熱があって大丈夫っていうことですぐお医者さんに連れて行きました。そしたらそのお医者さんが風邪ですかねっていうことで薬を出して、そしてその日は家に帰ったんですね。で薬飲んで夜寝ました。そしたら次の日元気になってたんですね。あ、よかった、風邪だったんだっていうことで、またその次の日も朝4時に起きてというそのライフサークルが始まったんですけども、そのまたあれなかなか起きてこないなと思って見に行ってみると、娘さんがこう目を見開いたまま中空をこう見上げていたと。でなおかつ目の焦点が全然合ってないということで、あれなんか変だなと思って、起きてみなさいと起こしてみたんだけど立てなかった、フラフラしちゃって、でおかしいと思ってご主人呼んで一緒にまたこの前行った病院に連れてったんですね。そしたらお医者さんが診察して、今すぐに大きな病院に行ってくださいと言われて、先生風邪じゃないんですかって言ったら、風邪だったらいいんですけどポリオかもしれないって言うんですね。先生ポリオって何ですか。ポリオっていうのは小児麻痺ですって、今すぐに大きな病院に行ってください、私たちの病院で町医者では手に負えないので今すぐに病院に行ってくださいということで、すぐに町の大きな総合病院に移ったんですね。で診察する間もなく先生の紹介状を読んで、お医者さんはすぐその娘さんを入院させることにして治療を施しました。手を尽くしましたけれどもやはり小児麻痺だったんですね。そして、体の至るところに後遺症が残ってしまいました。お母さんはなんとかこの娘さんをとにかく義務教育だけは終わらせてあげたいということで、小学校6年中学校3年と毎朝おぶって学校に連れてって、そして授業を受けさせて、そして迎えに行くというそういう生活が始まりました。やがて学校を卒業して、パン屋さんの2階で、その娘さん生活するようになったんですけど、ある時18歳の春の時にふと自分の部屋の窓を開けて外を見ると、おばさんパンくださいって小学校中学校の時の同級生がパン買いに来てた。でみんな本当に輝いてて嬉しそうに楽しそうにパン買っていく。中には、ボーイフレンドと手組んでる女の子もいたりして、わーと思った。みんな青春を謳歌してるんですね。それを見て彼女はふっとこう思ったんですね。なんで私はこんな体で生まれちゃったんだろう、どうしてなんだろう、なぜなんだろう。その日からこの彼女は本当に深く悩むようになりました。来る日も来る日も悩んで、そして、なんとか救いが欲しいということで、家の近くに天理教の教会があったんですね。天理教の教会に行ってみると、中から先生出てきて、そしてどうしたんですかお嬢さん。いや先生、実は私こんな体に生まれて、本当に希望がない。だから先生希望をください。なんとか私生きる力が欲しいんですというふうに言ったんですね。そしたらその先生が言いました。お嬢さん、本当にお気の毒なことです。でもね、人生って諦めることが大事なんです。諦めたら最初から人生に期待することはないんです。人は諦めることが大事なんです言ったんですね。そして、生地人生に希望なんか持てば裏切られた時に悩んでしまうんですよ。だから悩んでるんでしょ。だから諦めた方がいいんですって言ったんですね。そしたら娘さんはアホんだらって叫んだんですよ諦めないから来てんじゃないのって言って、もうカンカンに怒って帰ってった。泣きながら帰ってった。私には救いがないんだと思って帰ってったんですね。でその晩娘さんは遺書をしたためた。お父さんお母さん、18年間の親不孝を許してください。先立つ親不孝を許してください。お父さんとお母さんに愛されたことは本当に感謝しています。でも私には生きていく力がありません。そう書いたんですね。そしてテーブルの上に置いて、その次の晩夕方、パン屋さんが最も忙しくて、している時期に彼女は裏口から抜け出して、そして貨物列車にひかれようと思って
線路の上に腰をかけていました。冷たい線路の上に腰をかけて松葉杖をその辺にほっぽらかしていた。そんな時に向こうからなんか5、6人の青年が歩いてきた。でもなんか提灯持ってなんか叫んでる。なんかちんどん屋だろうなと思って見てた。でもこの時間にちんどん屋にしてはなんか着物とかも着てないし、なんだろうと思ってたら、だんだん近づいてきて歌声が聞こえてきた。なんて歌ってたかっていうと、ただ信ぜよただ信ぜよ、信じる者は誰も皆救われって歌ってるんですね。でそれ聞いて、でなおかつ今日7時から教会で集会があります、来てくださいって言って叫んでる。で楽しそうに歌ってきた。でも彼らは今まさに自殺しようとしている娘さん、女の子が線路の上にいるなんて見てない、知らないんですね。でも彼らは力いっぱい喜んで歌ってる。でその歌聞いた時に彼女は思ったんですね。嘘だ、信じたら救われる。そう、もしかしたら普通の人はそうかもしれない。でも私は無理。きっと教会行っても、他の人は救われます。でもあなただけは無理です。そう言われるに違いない。だって天理教でもそう言われたんだから、きっとそうに違いない。そう思ったんですね。あれは嘘だ。でも彼女はふと思ったんですね。そっか、でも今日の7時、もうそろそろその集会があるんだったら、その集会に出て冥土の土産にキリストの話でも聞いていくかというふうにして教会に行ってみることにした。大阪のちっちゃな教会に行きました。そしてその集会で一番後ろの席の端っこに座ってました。でその日牧師先生が、イエス様あなたのことを愛してます、あなたのために十字架で命捨てました、あなたのために真剣だったんですってメッセージしたんですね。そして今日イエス・キリストを救い主として信じる人は手を挙げてくださいって牧師先生が言った時に、その彼女は手を挙げた。で、そうですか、アーメンって言いそうになった時に、質問ですって言ったんですはいとかって、何質問してくるのかなと。先生、牧師先生、神様本当に私のこと愛してるんですか。愛してます。本当ですか。本当です。私のことですよ。そう、あなたのことを愛してます。十字架で命捨てるほどです。それほど大事なんです言ったんですね。そしたら、私が大嫌いです。私は人から好かれたことが一切ありません。幼い時から石を投げられて化け物だと言われてきました。私はそんな自分が大嫌いです。そんな私でもイエス様は私のこと好きだって言ってくれるんですか。そうです。あなたのためにイエス・キリストはこの地上に来て、あなたのために死んだんですって言ったんですね。そしたら彼女は本当に涙流しながら前の方に這いずって出てきて、そして今日イエス様を信じますと告白しました。彼女はこういう病気でしたから、すごく短い人生を終えたんですね。そして天に帰りました。今天国にいますけども、その彼女が人前に行くたんびに、こういうふうに言ってたんですね。私はこんな体でよかった。もし私が五体満足で健康だったら、きっと青春を謳歌してイエス様のことなんか見向きもしなかったと思う。でもこういう体だったからこそ私はイエス様に出会うことができました。だからこんな体だったことが今はすごく喜びです。これが彼女のメッセージでした。彼女は短い生涯を終えて天に帰るとき、最後に自世の歌を残していきました。こういう歌です。足なえて歩みえぬ身の嬉しさよ、道踏み迷うことのなければ。面白いですね。足なえて歩みえぬ身の嬉しさよ、道踏み迷うことのなければ。足がなえたら私たちは道に迷うと思ってしまう。それで絶望だと思ってしまう。でも違うんですね。
この救い主に出会えば足がなえたことが喜びに変わっていく。それが救いです。それが恐れからの解放。それがイエスが私たちに願っていることです。イエス・キリストは私たちに宗教を始めてほしいんじゃないんです。私たちに輝いてほしいんです。神がデザインしたその人本来の姿、取り戻してほしいんですね。救い主の誕生は2人の男女の信仰から始まりました。マリアは処女でありながら子を産む。そしてその子が救い主になって世界中の人に救いをもたらすというふうに告げられました。その神からのメッセージを受けたときに彼女は理解できませんでした。でも理解できなかったけれども、彼女はお言葉通りこの身になりますように信じました。それが信仰です。ヨセフは自分の言い名付けのマリアが身ごもっている、関係を持ったことがないのに身ごもっているということを知らされました。そしてその子供が自分の子でもないにもかかわらず自分が引き取らなければならないということも告げられました。それはヨセフにとっては多くの人たちからの迫害を意味するものでしたし、またマリアが自分の子供じゃない子を身ごもるということは当時の世界では石打ちで死刑になる、そのような中ですから、彼女を守り続けなければいけないという、そういうことを意味してました。そして自分の子供が救い主になる。彼は理解できませんでした。でも理解できなかったけど彼は信じました。これが信仰です。信仰、イエス・キリストを信じるということは、聖書に精通して知識があって十字架の贖いと復活の勝利を知っていて、そして得るものじゃないということが今日皆さんも見たと思います。あの小さな4歳の幼子がイエス・キリストを信じることができるんです。皆さん、これは祝福です。私たちは知ってからではない、信じてから知ることができる。どんなにそれが喜びかということを知ることができます。しかし神様からのメッセージを受け取る、信じるということは私たちに恐れを生じさせます。ヨセフもそうでした。マリアもそうでした。そのヨセフとマリアに語られたように恐れることはない。これが神様からのメッセージです。でもアハズは恐れてしまいました。ファラオも恐れてしまいました。聖書は恐れてしまった人たちの失敗をくっきりと描いています。私たちは聖書が描く唯一の失敗、神から離れるというその失敗だけは犯さないようにしていきたいと思いませんか。皆さん、私たちはひたすら私たちを愛してくださる方とつながって、この方が私たちの人生を私たち以上にデザインして用いてくださることを歩んでいきたいと思いませんか。私自身もそうでした。自分の考えた人生よりも神がデザインした人生に歩むことがどんなに力になってどんなに喜びかということを知りました。先ほどのポリオにかかった娘さんもきっとそうです。皆さんもそうかもしれません。今年も今日イエス・キリストを告白して自分の救い主だと信じてくださる方がいることを私たちは信じていきたい、祈っていきたいと心から願っています。一言お祈りします。主イエス・キリストの父なる神様、心からあなたの皆を賛美します。あなたはそうすることがふさわしくないにもかかわらず、自ら肉体を取ってこの世に来られて、私たちが味わうすべての痛みを経験され、十字架にかかる必要もないにもかかわらず十字架にかかり、神がどれほど私たちを愛しておられるのかを示してくださいました。心から感謝いたします。あなたを信じ、本当に輝いて、くすぶっている輝きから本当の輝きを取り戻していくことができるように、あなたを救い主として信じます。どうぞ私たちの心に今日来てください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。